안녕하세요. 北朝鮮専門家玄です。それでは北朝鮮を読むを始めます。皆さん、金正恩が専用トイレを持ち歩いていることをご存知ですか？今日その理由をお教えしましょう。その理由は髪の毛一本、さらには排泄物まで絶対にどこにも残さないようにしているからです。なぜでしょうか？生体情報が流出すれば暗殺に悪用される可能性があるからです。実際に2017年、北朝鮮が全世界に向けてこんな衝撃的な発表をしました。米中央情報局と海来国情院が我々の最高首脳部を相手に生化学物質を利用した国家テロを敢行する目的でテロ犯罪一党が摘発された。果たして金正恩を狙った小さいの暗殺計画があったのでしょうか？今日その衝撃的な真実を暴いてみます。金正恩がシンガポールでトランプとの会談で宿泊した宿舎を見ると、最上階のスイートルームはカーテンと植木鉢で完全に覆われていました。会談を終えて去った後も髪の毛や指紋を残さないよう随行員が残って数日間直接部屋を整理しました。金正恩の専用トイレはさらに衝撃的です。防弾列車にも防弾車のマイバハ車両のトランクにも専用便器室が別途ついています。一滴の排泄物でも国家機密流出だと考えているからです。金正恩専用トイレには常に警護員が付き添い、ここは新政不可侵の領域です。金正恩以外の人が使用すれば銃殺されると言います。さらに驚くべきことは、金正恩が用便をすると即座に密封されて平壌に持ち帰られ焼却処理されることです。トイレ製作及び廃棄費用を合わせると数億円かかると言います。なぜここまでするのでしょうか？諜報機関の生体情報収集の歴史を見れば答えが出ます。1949年、モスクワを訪問した中国の毛沢東主席の排泄物を CIA が採取し、フランス情報機関もソ連共産党書記長が残した尿の成分を分析しました。さらに衝撃的なのは、韓国情報当局が2008年、フランスに送信された金正日の脳写真をハッキングして、金正日の寿命が5年を超えるのは困難という分析結果を導き出したという事実です。このような極度の不安な警戒の中で、金正恩を守ってきた人がいます。北朝鮮974部隊、通称人間の盾と呼ばれる金正恩警護部隊出身の脱北者강진氏です。彼は15歳で選抜され、31歳まで実に13年間、金日成、金正日、金正恩を守りました。13年間家に一度も帰れませんでした。休暇も手紙も電話もできませんでした。両親が亡くなっても知らせてくれませんでした。鉄条網の中での牢獄のような生活。しかし、彼が証言する金正恩時代の変化はさらに衝撃的でした。金正恩時代に入ってから北朝鮮内部の住民たちが命を懸けて敢行する暗殺企てが継続して発生しています。2012年11月、朝鮮人民軍のある部隊が金正恩状況のために動いたが発覚しました。その後、金正恩はあまりに驚いて6ヶ月間平壌を出ることができませんでした。さらに衝撃的な事実は暗殺企ての回数です。東方金日成時代には暗殺企てが計9回ありました。父金正日時代には計14回ありました。ところが金正恩は短い執権期間にもかかわらず実に26回の暗殺企てが記録されているのです。なぜこんなに暗殺企てが急上したのでしょうか？金正恩時代に入って北朝鮮住民の抵抗感がより大きくなりました。金日成はそれなりに抗日闘争と建国の大義がありました。金正日は父を補佐しながら十分な時間をかけて後継構図を作りました。しかし金正恩は違います。突然去った金正日により十分な後継作業なしに若い年齢で政権を引き継ぎました。北朝鮮住民の立
立場からは、どこから転がり落ちてきた後継者と見るしかありませんでした。さらに経済難がより深刻化し、伝染病、干ばつ、台風など悪材料が重なって複合的に金正恩に対する抵抗感が必然的に上がらざるを得ませんでした。最も衝撃的だった暗殺企て実験の一つは2012年11月3日に起こりました。金正恩が観光を控えた平壌文殊通りのルギョンウォンと人民野外表情場、ローラースケート場を現地指導することになっていた日でした。ところがその日の朝、ルギョンウォン近くの木の下で衝撃的なものを発見しました。まさに木の間に巧妙に隠された機関銃でした。誰かを向けるように実弾が装填された状態でした。これらの施設は道一つを挟んで非常に近くにありましたが、暗殺者は金正恩が視察する3カ所を事前に把握して適当な場所に銃を隠したのです。平壌は銃器が搬入されて隠されること自体が不可能なとこです。明白な金正恩暗殺企てでした。誰かが金正恩が歩いて施設を見回る機会を狙って集中射撃を加えるようとしたものと見られます。さらに衝撃的なのは、犯人が教授場内に入ることができた人だったという点です。いくら捜査しても機関銃を隠した人も機関銃の出所も明らかにできませんでした。最も深刻な問題は、暗殺を企てた人が最高極秘事項である金正恩の日程を事前に知っていたことです。これは高位幹部の中でも数人しか知らない情報でした。ディテールを見るとさらに驚きます。あの機関銃がどこを狙っていたかが重要ですが、金正恩の当選を正確に狙っていました。そして即座に発射できるよう弾素に実弾まで装填されていました。それも平壌で装填されたまんま金正恩の国費動線を狙っていたというのは、一般情報を知ることができる人のレベルではできないことです。つまり最高権力に準ずる情報を持っている人が背後にいなければできないことでした。様々な推定を経て指名された人物がまさにジャンソンテクでした。暗殺企てがあったルギョンウォンと表情場、すべてジャンソンテク機下の人民保安部内務軍が建設したものであり、現場で金正恩を迎えた人々も内務軍少量たちだったからです。このすべてがジャンソンテクが背後にいたという合理的な推論につながりました。この事件以後、ジャンソンテクの立場が狭くなり、しばらくしてジャンソンテクは公開処刑されました。北朝鮮当局はジャンソンテクが軍隊を動員して政権転覆を図ったと主張し、彼を反逆者と規定して公開処刑しました。ここにまた別の暗殺企て事件もあります。강원도の人民軍傘下水産事業所でアメリカ式最新狙撃武器が金正恩現地視察場所から1500メーター離れたナラの木の森に設置されているのが発見されました。このアメリカ式銃は1500メーター距離で殺傷可能に作られた最先端武器です。コンピューター化された自動制御装置がある、まさに自動で遠隔操作可能な武器でした。もともと金正恩視察時には1000メーター半径をくまなく捜索調査するのですが、その日に限って捜索距離が1500メーター半径に伸びて、この殺傷武器を発見することができました。そして2017年6月、日本朝日新聞が衝撃的な報道をしました。金正恩が使用する自動車、汽車、水上機などに捜査を加えて事故を起訴した暗殺法を考慮し、この作戦を韓国国情院が主導した。単純なデマではなく、日本を代表するマスコミの報道でした。計画には金正恩の引退、亡命、暗殺などが含まれていたといいます。北朝鮮は即座に反論しました。米 CIA と韓国国情院が生化学物質を利用したテロを敢行する目的で浸透させた犯罪意図が摘発された。
彼らは放射性物質やナノ形態の特性物質を利用した暗殺方法で6ヶ月から1年後に致命的な結果をもたらすと主張しました。ところが、さらに衝撃的なのは暗殺方法でした。金正恩が使用する机に毒撃物を塗っておいたり、冷暖房機の風月にスプレーを設置して、金正恩の音声に合わせて毒撃物を散布する緻密な計画が立てられていたというのです。そして、この作戦の名称が公開されました。まさにウサギ飼育でした。金正恩をケージに入れておいて殺してしまおうという意味と解釈されます。これに対し、韓国統一部は2017年6月30日に発表しました。一部配信で事実関係確認ができていない間違った報道により、南北関係または韓米関係に不必要な誤解や葛藤を招く恐れがある。事実無根と明確に否認せず、事実関係確認ができていないという曖昧な表現を使ったことが注目されます。韓国国情院は普通事実無根という言葉をよく使うのに、今回は韓国統一部が出て確認されていないという曖昧な回答をしたのは、なんか実態がある可能性を示唆します。そして同時パククネ政府は突然北朝鮮崩壊論を打ち出したことがありました。さらに日円を動じて10万人規模の脱北民収容施設を建てると公式発表もしました。その時は韓中関係が非常に良く、中国が金正恩政権を承認しない状況でした。もし北朝鮮に内部放棄が起きて、放棄勢力が韓国国情院と有機的関係を持ち、中国がこれを黙認すれば、韓国が望む形の統一を成し遂げられるという計画を立てた可能性もある状況でした。この他にも2015年、韓国国情院が北朝鮮内部の革命組織と連携して金正恩暗殺を防御し、その組織にパスポートと資金を支援したという事実も確認されました。今日我々が見た金正恩暗殺企てだけ見ても、北朝鮮の鉄壁法案と洗脳体系が由来でいること、金正恩が実際に暗殺恐怖症に悩まされていることを確認できました。そして我々は北朝鮮最高権力者を取り巻く熾烈な諜報戦の実態と北朝鮮内部変化の兆しを垣間見ることができました。次の動画ではこの暗殺という槍を防ごうとする金正恩の最先端の過程について一緒に調べてみます。今日の動画が役に立ちましたらチャンネル登録と高評価をお願いします。次回もより興味深い話でお会いしましょう。감사합니다。